こんにちは、月島です。今回はコンプレッサーの種類について大きく4つに分けて見ていきたいと思います。いわゆるヴィンテージ系の実機をモデリングしたもので、それぞれに特色があります。目次です。フェットタイプ、オプトタイプ、真空管タイプ、VCA タイプ、最後にまとめと次回予告です。フェット・トランジスタタイプのコンプレッサーで代表的なのはユニバーサルオーディオ1176です。このタイプは電圧で電流をコントロールするために音に対する反応が速く、他のタイプのコンプレッサーと比べてアタックとリリースが鋭いのが特徴です。またこの機種をモデリングしたプラグインは各社たくさんあります。私がこのタイプでよく使うプラグインは Waves の CLA76 です。まずインターフェースを見てみるとスレッショルドのつまみがありません。スレッショルドの設定はインプットのつまみで行います。音を鳴らしながらゲインリダクションメーターがマイナス5デシベルくらいで動くようにインプットつまみを右か左に動かします。まずはインプットつまみを右に回します。スレッショルドを下げていくのと同じ効果があるのと音量が上がります。再生します。次にインプットつまみを左に回します。コンプがかからなくなるのと同時に音が小さくなります。再生します。その他のつまみは一般的なコンプレッサーと操作方法は同じですが、アタック・リリースの数値は1が最も遅く7が最も速い設定になりますので、間違えないように覚えておく必要があります。アウトプットの調節はメーターのインアウトを切り替えながらバイパス状態と同じくらいになるように調節します。再生します。ドラムのトラックに合わせて設定してみました。再生して比較してみたいと思います。まずはバイパスです。再生します。プラグインをオンにして再生します。このような違いがあります。オプト光学式タイプのコンプレッサーで代表的なのはテレトロニクス LA2A です。このタイプはオーディオ入力信号を電流に変換して電球や LED を発光させて圧縮をコントロールします。アタックの反応速度が遅く、リリースはさらに遅いので、ゆっくりとしたかかり方をします。アンプ回路は真空管が用いられていて、温かい歪みも付加されます。つまみが2つですので、操作方法はシンプルです。まずは、ゲインリダクションメーターがマイナス5デシベルくらいで動くように、ピークリダクションつまみを動かします。再生します。
その後にゲインで出力レベルを入力レベルと同じくらいの音量になるように調節します。このプラグインはメーターをインアウトに切り替えられますので活用します。再生します。また、コンプレッサーとリミッターを選択することもできます。コンプレッサーを選択した場合、レシオが3対1、リミッターを選択した場合、レシオが100対1になります。数値を設定してみました。まずはバイパスで再生します。プラグインをオンにして再生します。このような違いがあります。真空管タイプのコンプレッサーで代表的なのはフェアチャイルド670です。このタイプは真空管をリダクション回路やアンプ回路などに使用しています。このコンプレッサーは通すだけでもサチュレーション効果で独特の倍音負荷があり、抜けの良い音になります。操作の特徴としては、アタックとリリースの組み合わせを6パターンの中から選択し、ゲインリダクションメーターを見ながらスレッショルドを調節します。そしてゲインを合わせれば操作完了です。このプラグインはインプットとアウトプットのメーターがありませんので、VU メーターやトラックのピークメーターなどを見ます。また、リンクを解除して左右のチャンネルで独立してコンプの設定をすることもできます。パラメータを設定してみました。また、このプラグインはインターフェースにオンオフのスイッチがあります。そしてその下にあるスイッチでノイズをオンにすると、コンプレッサーはオフの状態で真空管部分だけを通した音を再現することもできます。今回はまず真空管を通しただけの音を再生してみます。次はコンプレッサーをオンにしてコンプレッションしつつ再生します。このような違いがあります。VCA タイプのコンプレッサーで代表的なのは DBX160 や SSL バスコンプレッサーなどです。アンプの音量を電圧で制御する IC チップを使用したコンプレッサーで反応速度が速いのと音の変化が少なくクリーンにコンプレッションされます。SSL バスコンプレッサーはコンソールのバスコンプをプラグイン化したもので、音数の多いバストラックやマスタートラックなどに使用して複数ある音にまとまりをもたらします。ただ DBX160 は少しかけただけでもだいぶ音が変わる感じです。この音が好みであればドラムトラックなどにかける場合は良いと思います。SSL のプラグインは任意がない以外はコンプレッサーの基本的なパラメーターが並んでいます。DBX160 はアタック、リリース、任意がない感じです。まず SSL バスコンプレッサーをかけてみた音です。再生します。コンプレッサーをオフにした音です。再生します。次に
DBX160 をかけてみた音です。再生します。このような違いがあります。今回は4種類のコンプレッサーの違いについて見てきました。どれも特徴と得意分野があり、場面ごとに使い分けることでとても良い効果を発揮してくれます。私もミックスの時は必ずお世話になっているヴィンテージプラグインたちです。次回の動画は私がコンプレッサーを使用するときに確認しているポイントや考えていることを一連の流れとして順番にまとめてみました。私のやり方が正解とは限りませんが、コンプを使用するときの一つの参考にしていただければ嬉しいです。そしてその後はゲート、エキスパンダー、マルチバンドコンプ、ダイナミック EQ などを見ていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。